にちは。今回はガールズバンドくらい第5話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。やっぱ CG は動かしてなんぼやな。このライブに感化されて吉野家2人加入の流れなのか。ライブ残ったカメラワークいいね。ただけんちゃんちゃんと来てるじゃん。予備校でチケットもらった子ちゃんと来てるの偉いな。メガネいい人やな。主人公前いたバンドのこと叩かないのって詰め寄ってたけど、実際は前いたバンドのことなんてもうどうでもよくね。叩きたいわけじゃないだろ。あれはダイヤモンドダストじゃないって言ってほしいだけだ。いいな、本当にお前は狂犬だな。ガールズバンドもので客が男ばっかってのは珍しい。男バンドがいる世界だから。不登校、嘘つき、脱退、ひどいメンバーだ。どこでそんなシャツ売ってんだよ。クソが死ねえ。言いよった。居酒屋かわいそす。いいな、めちゃくちゃかっこよいじゃねえか。不器用でどうしようもなくてクソかっこいい。最高だな、ガールズバンドくらい。よかった。ギスギスも。花田先生キレッキレやな。カメラワークは良かったけど3話の歌の方がパワーはあったな。見返してみるけど。不登校笑った。このくらいの狂犬プリッじゃないとニナちゃんらしくないな。あの居酒屋、店汚されて他の客にも迷惑かかったのに、ウーロン茶持ってきてくれるとか優しすぎない？その優しさすらスバルにぶっかけて無下にするニナ吉。ライブは良かったが片木に迷惑かけんじゃねえ。今回もニナを桃花とスバルがうまく操縦しすぎる。今回の曲調は今までちょっと違う感じだが、ある意味爪痕残したな。5話密度かなり濃くて一番面白かったわ。羽織野郎だけ手書きやったから二度と出番なさそうなのかわいそう。正直今までの MV のニナのパフォーマンスはあんま好きじゃなかったんだが、今日のは刺さった。桃花がぶっかけたのは緑茶杯。かかってもあまりでとつかない。稲賀がぶっかけたのはオレンジジュースかオレンジエードと思われる。かかるとベトベト。ライブに吉野家の2人と予備校でニーナが声かけた子も来てくれてたな。不登校、脱退はわかるけど、嘘つきっていうほどか。店で叫ぶ女、ロックだ。着てる衣装の T シャツも良かったな。ライブ会場でタニナちゃんに蛍光灯を渡したかった。スバルちゃんいい子すぎない？スバル悪くないのに飲み物かけられてかわいそす。今回のスバルの立ち位置がまさにドラムって感じでよかったわ。話は面白かったけど、もうちょっと吠えた歌が良かった。飲み物は無駄にせず、スタッフが美味しくいただきました。帰りに桃花さんを2人で持ち上げて担架みたいにしてたの笑った。その後に一旦下ろそうって何のために持ち上げたんだよ。神回だったな。主人公が気違いすぎて面白い。客席の反応はいいのか。神回だったな。さすが花田先生だわ。メガネちゃん来とったな。準レギュラーになるんだろうか。アニメではない本物のライブみたいな動きだな。いやー、今週も面白かったわ。今のところ外れかいないな。決まった。こいつほんとライブパフォーも決まってるし、転職やな。てか今気づいたけど、5人目って牛丼屋の店員なのか。ベースとキーボードはまだ加入してないんだから、打ち込みやむなしだわな。今期のダークフォースだなこれ。今日の話で最終回まで完走することが決定した。これ最終的には武道館目指すの。話はめちゃくちゃでキャラクターが尖ってて、曲は普通にいいから総じて良いアニメだよ。記憶に残らない作品よりよっぽど。まあ俺も主人公の気持ちわかるわ。俺も会社クビになったから、腹立って通報しまくったら会社潰れたし。主人公結構強気なのに、いじめられてたのか。いいわ。ここまでのクソな主人公の行動が全部愛せるわ。そうはならんやろ。酔っ払ってると腰や膝に力入らないから、足を持ち上げてもこういう姿勢にはならない。二人式変形マッスルインフェルノ。打ち込み OK ならバンドじゃなくていいよね。ボーカルだけでよい。音は貧弱だったけど、
CG としてはライブ感上出来だったな。そうか、レースがいないから変な音楽なのか。ベース自体は鳴ってる。打ち込みでは、主人公の性格クソなのになぜか嫌いになれない不思議。あんなもんやぞ、高校生の頭の悪いやつは。主人公頭のおかしさは毎回限界突破していくけど、ライブシーンでなんか問題一気に置き去りにしていくような勢いと構成は見事だよな。居酒屋でバイト経験ある人、今週の話どう思ったんだろう。男の煽りが可愛く見えるほどにロックしてたわ。ガルクラ今期で一番好きなアニメかも。アニメとしてはぼっちの方が面白いけど、バンドアニメ的にはこっちの方がなんか惹かれる。昭和にはヒロインみたいなフラストレーションを溜めてた娘がたくさんおったんじゃよ。これは面白い。一生バンド要素って笑ってしまった。ともちゃん見えなくてぴょんぴょんしてるのかわいい。ニナはもともと大ダス聞いてて、いじめっ子が大ダス入って、元大ダスの桃花に当たる。よりも芋そうだけど花だって支援好きだよね。比べるような作品ではないというのは重々承知でいいけど、確実にボザロより面白い。主人公が孤立するまでの背景とか描き込みの濃さが全然違う。すごいなガルクラ、5話までやって全部面白い。主軸となるニナの物語、それを裏から支える桃花の物語、ここが一貫しているから話がぶれなくてよい。アニメ的に脚色された表現や動きもハマっていて脳が気持ちよくなる。ライブシーンも CG だからこそ可能なカメラワークで見せてくる。正直今まで今日が乗らなかったんだけど、今回はとても良かった。みんなの心情がしっかり伝わってきた。要するに、ゆりもい、のざまあみろ、とどうよ。ダムを決壊させるダークな心的エネルギーなんですよね。不登校だった嘘つきを言葉としてさらけ出したのもいい。やっぱこれ制作陣にガッツあるわ。ちゃんとロックだし嘘くささもなし、心なしか格話のテンションがサブタイトルのバンドの空気感と合ってる気がする。5話はサンボマスター。暑苦しいくらい暑くてエモい。あのシャツ最高。不登校、嘘つき、脱退、普通に流行りそう。話は原作ないけど、作者陣のセンスを感じる。しかも曲もめっちゃいい。ニナロックすぎる。やば。うまく説明できないけど、他のバンドのアニメより、明らかに引きつけられるものがある。ニナも桃花も怒りをどうすればわからなくて、自分の中に溜まっておいていたのが、ニナの立場で受け入れない状況に直面して爆発して、その爆発がライブにつながった感じだったのが好きだった。お互いがもうちょっと素直になったようで。最高の回でした。ダイヤモンドダストのボーカルが、ニナの因縁の相手であることから不満が大爆発し、桃花との大喧嘩でお互いの本心をさらけ出してからのあのライブよ。メンバーの服に悪口とも取れる触れづらい言葉を、デカデカとのせる衣装も、らしさが出ててマジでよかった。ガルクラボはデジミに好きなポイント。3話に引き続いてライブシーンが始まる前に、エンディングクレジットを全部流す独特の構成をしてるのに、視界の隅、朽ちる音の曲名を、ライブ直前のギリギリまで伏せるためだけに、挿入歌テロップが制作。東映アニメーションよりも後に来てるこだわりっぷり。ニナじゃなくても桃花がダイヤモンドダストをやめた理由は気になっていたので、このタイミングで掘り下げてくるのは納得だし、ニナの過去の傷を絡めた描きもうまい。抑圧するもの全てをぶっ壊すような圧巻のライブで、視聴者にしっかりと爪痕をつけた1話でした。今回もニナが最高に暴れてて面白い。ニナにとって何よりも特別なダイヤモンドダスト。そして元メンバーが目の前にいて何ともならないはずもなく、ライブハウスであの T シャツで爪痕を残しに行く彼女たち。いいな。ライブでカメラが動く。ライブ回が神回になるのはよくあることだけど、5話はマジで神回。新川崎、仮の衣装も歌も全部が、怒りも喜びも悲しさも全部ぶち込んでる感が完璧だった。目指せ武道館。めちゃくちゃ良かった。チケットノルマに悩むところも入れるんかなと思ったら、そこはそんなに深くはやらず、むしろ桃花の話をがっつりやったのは、めちゃくちゃシナリオがうめえ。特殊エンディングも聞けば聞くほど味が出る気がする。
話が大きく動き出しましたね。元親友、元いたバンドとのそれぞれの因縁が絡み合って、いろんな感情が爆発するところを扱った。ダイタスがライバルになる構図か、CG のチープさと演技の拙さは変わらないけど、このストーリーにはやはり引きつけられる。面倒くせえ。ほんま面倒くさいにな。しかしその面倒くささがロックになってきたぞ。この子の睨みはひらめきにつながるよね。バランス取れてていい感じも少しタガが外れたら、もっとロックになりそうだ。今回も熱かった。ニナの厄介オタクっぷりがめっちゃ良かった。共感できるところもあるし、まっすぐに自分の愛してるものを、愛してるって言える心がかっこいいと思った。あとやっぱライブシーンの臨場感がすごい。めっちゃぶち上がる。次回も楽しみ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。